その儚さがいいんですよ。美味しそうな雲がすごい好き。ここでいくら磨いても取れないんですよ。映画館にその一つの技法を渡してしまってないですか。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。ちなみに今はこう空をテーマに撮ってるって言ってありましたけど、なんか別のものをテーマにして撮ってることもあったりしたんですか？これは冬また呼ばれたらちょっと雪シリーズの写真とか、そうまああと日本に来てね、なんかやっぱり四季の楽しみ方、ちょうど 4,5 年前にやっと分かったんですが、季節と合わせて、で今ももちろん夏は緑豊かな場所とか山とかでも虫がいるからね、暑いしねっていうのもあるし、で綺麗な海もめちゃめちゃ撮りたいんですけど、なかなかちょっと綺麗な海はちょっと家から遠くて、そうだから日常の中ではずっとこうなんか撮れるのはこういうのもね、なんか家の近くはちょっとこういう畑とかももうだからよく言うんですが、もう僕は田舎の人間になっちまったっていう時はこんなところに住んでるからね、だからでそこからなんか畑とかに対してはアニメとかでもよくあるんじゃないですか、そういう田んぼの上で入道雲とか、ああいう絵はすごい好きです。春だったら桜とかね、日本だったらね、もちろん会社の近くでもね、桜見れるから、ちょうどそこの川沿い。桜はでも本当咲いてる時間が短いですよね。そう短いですよね。だから自然にはまると、いいことと悪いことは、いいことは毎回新しい。でも悪いというほどでもないんですが、時間に限られてるので、ちょっとその瞬間を見逃す可能性が高いです。その儚さがいいんですよ。ってことですよね。でも桜とかって間違いなくそうですよね。その一瞬しかめちゃくちゃ綺麗な瞬間がないっていう。で忙しい時は桜見に行きたいなって、来週行こうで来週行こうとしたらもう散ってます。じゃあコメントありますか？コメントありますか？いきなりいきなりで言うと、一回映像が切れてしまいましてね。だから違う T シャツを着てます。実は今日は違う日です。そう、日を改めて撮り直してるんですよ。もしかしたらなんかね、後ろのなんか景色とかもちょっと違ってたりするかもしれない。全然雲の形が。今めちゃくちゃかっこいい雲が映ってるからね。さっきも撮りました。トイレ行く前に撮ったんですよ。そうなんだ。そう、すごいそういうだからなんか立体のある美味しそうな雲がすごい好きです。あれは縦構図も結構迫力があるし、エフェクトにも見えるからね。これ話したっけ？あれラピュタに見えるよねっていう話をしたよね。それは多分次でした。これね。そうで、あれね、戦艦が出そうとかラピュタが出そうとか、あと何でしたっけ、他に出そうなもの。あれインデペンデンスデイの宇宙船とか、なんかとりあえずやっぱりこういう立体がある雲になると、何か立体物が中に隠れてそうなので、そういう楽しみがあります。見るときは何が入ってるんでしょう。圧倒的な質量のなんか巨大な物質に見えるわけですからね。だからあれ子供の頃は僕は親にはなんかあれ雲を触ったらどう感じるんですかって聞いたことがあって、親は雲を触れないんですよって言われて、で子供の頃は理解できなかったんです。なぜ？なんか近づいたら山の上に行ったら雲を触れるんですよねって言って。それ何歳ぐらいの時？6、7歳？そんぐらいだよね。俺も小学校に入ったか入んないかぐらいかな。その雲っていうものがただの水蒸気で、あんなよく漫画で見るみたいにぽよんぽよん乗れないって、スキントーンみたいに乗れないっていう事実を知った時はなんかしょんぼりしたよね。思うなと思って。そうね、心いくら磨いてももう無駄だ。もう乗れないんだ。そう、心いくら磨いても乗れないんですよ。こればっかりはね。僕今でもなんか違和感感じますよ、その雲に関して。やっぱ外から見たら明らかにそのなんか形状を持ってそのなんかそこに存在してそうにあるのに、結局近づいたらないっていうのがなんか本当ピンとこない感じはなんか全然今でもありますけどね。
こんなに写真いっぱい撮ってるのにこんなに毎日見てるのになんかなぜこうなってるのかっていう科学的な説明は一度も調べたことはないんです、そのなんかちょっと想像に任せるとかなんかその不思議感を残したいからです、まあ、知っちゃうとまたいろんなロマンがなくなっちゃうからね、こういう理由でこういう形になってるだけなんだっていう正体を知っちゃうとね。そうです、でこれあれだったんですよね、僕が言ったのはその左下のあのちっちゃい町はこの大阪です。だからこの今我々がいるなんかでっかい建物だらけの町、あの雲と比べたらそんなにちっちゃく見えるので、よくあるんじゃないですか、あれ建物比べのエッフェル塔はこの高さ東京タワーゴジラこの高さそれよりでかいんですよね、しかもそれもだって街は手前にあって多分雲はそれより奥にありますもんね。ああそれもね気になります。そう考えると多分もっとでかいというか、そうですよね、単純に比較できないですね。今一つやってみたいことは難しいんですけど、会社でもいつかスマホなのかカメラなのか分かんないですけど置いて、で同時に自分の家と会社から同じ雲を見たいんです。だから例えばここの写真は全部家の近くから撮ってます。で大阪見えるんですよね。家の近くからこんな風に見えるんですが、もしここの窓から見たらもう今の小山さんに言った通り上じゃなくてあの奥に見えるのか、それとももしかしたらこの建物の上にあるのか、すごい興味深いんです。今までできなかったので今度ちょっとやってみたいです。だからあそこの窓にライブカメラをつけたいんですこの大阪全域のさビルにさカメラつけてマトリックスの撮影みたいにさ、それかっこいい。かっこいいね。それやりたいです。まあ岩とかでもそうなんですけど、前から見た時はこんなに太いのに横から見た時は薄っぺらでだから雲もどうなるんでしょうね、気になります。そうなんだよ。こうさスケールがちっちゃいものってさこう視点をすぐ変えることができるけど、あんなでかいものになると視点早々ねどんなに頑張っても差分知れてるから電車に乗ってあっち行ったらもう夜になってます、その間に雲の形変わるしね。そうですよね、風とかでね。やっぱマトリックスの撮影しかないよ。なんか神谷さんそれなんか映画館にその一つの技法を渡してしまってないですかいやなんか今ちょっとそれ言われてから僕ずっとその想像してるんですけど、まあなんかまあありますよね。だからその街使ってそのクレーンで撮影するみたいな感じに近しいんでしょうけど、そのスピード感じゃない速度感で撮れるんじゃないのかなと思うんですよ。だから今だったらドローンでできるかもね。ドローン配置すればね。バーって映像をね。操縦の人うまいですしね。雲の周りに点々点々点々いっぱい見えてるけど、それは全部ドローンに囲まれてる。ぐわーってすごい。誰かやってくれないかな。スパイダーマンの撮影とかでやられそうじゃないですか。ニューヨーク全部囲んでみたいな。そうですそうですそうです。じゃあやってもらいましょう。我々が先にやりたいですね。俺ら映像業界でもないの。いやけど、ゲームだったらそれができるじゃないですか。ゲームでやってもさ、所詮はね。まあそうなんですよ。まあ今だったら CG じゃんみたいな話になっちゃうからね。そうですね。まあでも今ゲームといえばやっぱりすごいだいぶ最近雲の表現が綺麗なゲームは結構増えてきたんじゃないですか。でもやっぱりこんなの見るとまだまだですよね。なんか空の表現はゲームの中で。だからまあ色とかもね、まあ色ももちろん当然綺麗にはなってるんですが CG の中では。しかもこのスマホで撮るとね、色は実際に目で見た時と全然違うし。でもこれ色は全然僕はいじってないんですよ。スマホは出してくれた色そのままです。まあ雲とかね、あと霧とかってゲームの中では割とこう鬼門というかね、まあ最近はすごい表現がだいぶ向上してきてね、綺麗なゲームいっぱい多いけど。まあやっぱり今僕もちろんマニアックレベルにはなってるんですが、雲はまあ大体綺麗な空は大体人間大体みんな好きですよね多分。多分ね。まあたまに僕も撮ってる時はまあ隣、歩いてる人は気づいたら上見てはっ腕を出してパシャって撮ってもう歩き続けるので、共感ができたんだって。雲撮ってる人そんなにいる？いないんじゃないですか。いないんでしょ？
そう。今のイッシーの話はそういう人がいるっていう話だよね。いますいるそんな。まああれ少ないんでしょうけどいないことはないんです。僕は見たことあります。そうなんだ。僕も写真めったに撮らないですけどあるかもって今ちょっと思いました。今出てる絵はやっぱ特に右上のね雲なんかこの赤い雲とのこう立体感があったりして、こんなに見たらまあちょっとね、カメラ向けるかな。なんかこの写真結構そういうの多いですけど、そのなんか光と綺麗にこう反射してるとかっていうか、こう後光さしてるみたいなとか、その影になってるとか、陰影がはっきりしてるとか、なんかそういうのはこう撮りたくなる感じはすごくわかりますね。あと一つの僕はあの日はちょっと失敗していつかまた撮ってみたいっていうのは、まあ夏でしか撮れないものなので、台風の後。なんか台風の時間も大事ですが、その数年前は台風の後はもうちょうど夕日の時間と重ねて、あの時はもう本当にラスボスが出そうなクライマックス空間になって、家の周りはね、なんかもうまだ風が強くて、もう雲がこう回転してて、でその時はこんな風に空が赤くなってて、もう本当に巨大な悪魔が出そうな雰囲気でしかなくて、でもあの時はちょっと外にいて、なんかあの時のスマホで撮ってみようとしたらもうしょうもない写真しかならなくて、すごい悔しかった。だからまた台風が来るのは楽しみにしてるって言えないけどまあ来た時にはね。はい。そうです。まあさっきの言ってた色とかね、やっぱりだから夏のアニメとかでもよく表現するんですよね。紫の空とかそのオレンジの空とか表現できるので、いよいよカメラさんの待ってた松本城の出番。突然。これいつの写真？多分3年前だった。3年前。2022年の夏とある週末行って、でそうですね、その時は撮りました。小山君お城好きなんだよね。まあ好きなんですよ。でもこれ見て羨ましいなと思って行きたいなと思って。まだないんですか？松本城ないんですよ。僕松本城の好きなこと、これ言ったら大阪の人に怒られるかもしれないですけど、初めて日本に来た時はね、なんか初めてのお城は大阪城でした。で何も知られずに入って期待してたのはもう分かるんですよね。伝統的なお城の中身入ってこの現代の博物館は何だって思ってすごいがっかりした。その後姫路城行って、で姫路城はもちろん昔ながら城っぽくて、で他に日本にはないかこのスケールでこういう伝統的な、まま残ってるお城で、それで松本城はそんな風だって知って、でとても行きたくなって、で行って、で松本市内はいろいろ見どころがあったんですが、もちろんお城は周りには綺麗な堀があって、ここには見えないんですが、もちろん反射も綺麗で、あれ、上下に綺麗に写ってる時はそれもいい写真になるし、でもここで気になったのはまたそのお城の迫力に対するこの上の雲、松本も山に囲まれて、もう本当にすごい雲が綺麗で、あの時。もう空の青さが綺麗です、ね。そう、それもね。綺麗ですよね。これすごい綺麗だな。松本本当空気綺麗だから、夜のね夜空の星とかすごく見えるんだよね。松本市内からでも？市内か、でも市内でも見えるよ。俺ん家の庭からも見えるもん。でももっと山の方、そんなに山奥じゃなくても、ちょっと美しが原の方とか行くと、もう本当に満天の星空ってこんな感じだなっていう、あれはぜひ見ていただきたいですね。冬とか特に綺麗かな。もうお城の話しだしたらね、多分また別の回がいいんだろうなと思ってるんで、なるほど。僕はもう抑えてます、そこ。中は入ったのじゃあ。入りました、2回。これ全部言っていいの？これはネタバレ食らってるような映画の話。いやとはいえ多分その映画を楽しみにする人もいるかなと思って。いやトレーラー見てからめちゃくちゃ見たくなったから。どこまで喋っていいかちょっと分かんないですけど。